忍者、闇に消え、闇に生きる。彼らは一体何者だったのか。我々が抱くのは黒装束で空を舞う超人の姿。しかしその多くは後世に作られた物語に過ぎません。歴史の深淵にその正体を求めます。実は江戸時代まで忍者という言葉は一般的ではありませんでした。彼らは忍びと呼ばれ、時にはラッパ、スッパ、草などと呼ばれていました。そして史実の忍びは驚くほどに地上の中に溶け込んでいました。商人や旅僧などに身をやつし、市井の噂から戦の行方を読み取る。そして必要とあらば火を放ち、流言を流し、敵陣を疑心暗鬼に陥れる。彼らは市井に紛れ、戦国の世を情報で動かす知の専門家だったのです。さらに敵の兵力を探り、糧食の数を調べ、守りの薄い夜を見極める。情報は血の一滴にも勝る価値を持っていました。勝敗を決するのは武勇だけではありません。鉄壁の布陣にいかにして風穴を開けるか。これらはすべて戦う前に勝敗を決めるための技術だったのです。そして彼らもまた火を扱う術を知っていました。のろし、火や火薬。それは敵を力で破るためのものではなく、恐怖を生み混乱を広げ、敵の判断を狂わせるための道具。夜の闇に突然上がる火の手、遠くで響く炸裂音。それだけで人は責められていると錯覚します。忍びにとって火薬は時に刀以上の効果を生む錯乱の道具でもありました。忍びという存在はいかにして姿を現したのか。舞台は中央権力の目が届かぬ新山幽谷。鎌倉時代中期、13世紀中頃になると戦は減り、新たな恩賞として土地を得る機会は少なくなっていきます。一族で分けていた土地もやがて家を継ぐ者へと集められるようになり、十分な所領を得られない武士や地侍が増えていきます。一方各地には貴族や寺社が所有する荘園が広がり、現地には荘園領主から管理を委ねられた商館、武士、そして農業や林業などの生活を営む人々がいました。しかし重い取り立てや土地争いが続く中、その支配に不満を抱く人々が現れていきます。そして山を知る山伏、戦に敗れ流れてきた落人、土地に恵まれない武士や民衆たち。彼らは結びつき、それぞれの知恵や技を持ち寄り、潜入、奇襲、そして情報に長けた集団になり、やがて体制側からは悪党と呼ばれるようになります。しかしその実像の多くは資料に乏しく、今もなお深い霧の中に包まれています。そして時代は忍びを必要とする乱世へ。近江、伊勢、大和に囲まれた山間の地、伊賀と甲賀。そこでは地侍たちが寄り合いによって物事を決め、周囲の勢力がせめぎ合う中、偵察や潜入、不意をつく戦い方が磨かれていきました。火薬を扱う技もその一つ。硝石、各地でわずかに生み出され、交易によってももたらされた希少な素材。これらの知恵や技術は共同体の中で育まれ、山深い地勢の中、静かに受け継がれていきました。やがてその卓越した技術は戦国大名たちの知るところとなります。恐れられ、そして必要とされた者たち、その欲望が忍びを歴史の表舞台へと引きずり出します。
後に伊賀越えと呼ばれるこの出来事。もし忍びがいなければ260年続く江戸幕府は生まれていなかったかもしれません。天正10年6月2日、本能寺の変、織田信長、明智光秀に討たれる。戦国の秩序は一夜にして大きく揺らぎました。その知らせは堺に滞在していた徳川家康のもとにも届きます。主君を失った今、畿内は一瞬にして敵地へと変わりました。迫り来る危機の中、家康が頼ったのは伊賀の地を知り尽くした忍び。彼らの案内による山中突破でした。わずかな手勢とともに故郷三河を目指します。諸説ありますが、彼らの情報活動が伊賀越えの鍵を握ったとされています。忍びたちは追撃の動きを読み、時に道を変えながら一行を危機から遠ざけていきました。さらに彼らは土地の勢力と交渉し、敵にも味方にもなり得る人々との関係を築いていきます。しかし行く手には土豪や地侍、一騎勢、落ち武者狩りなどによる襲撃。その最前線で防戦に当たったのが本田忠勝家臣団です。忍びが道を切り開き、家臣団が主君を守る。そしてこの聖寛が後の家康の天下取りへとつながり、やがて江戸幕府成立への道を切り開くことになります。歴史の表には名を残さずとも確かに時代を動かした者たちがいました。それが忍びだったのです。忍びの伝承は西国だけに限りません。関東大田原、戦国屈指の大勢力五北条氏を陰から支えた者たちがいました。その名は風魔。風魔小太郎と呼ばれる棟梁のもと、相模や伊豆の山野や海を知り尽くしたラッパと呼ばれる集団。伊賀や甲賀が潜入や諜報を主としたのに対し、風魔は戦場そのものを揺さぶる実動部隊。野襲、か乱、放火、そして輸送路への襲撃。敵の兵糧や陣形を崩し、戦う前から勝敗を動かしていきました。早く逃げろ。闇に紛れて現れ、そして消えていく。奪うのは命だけではなく、平坦と士気、すなわち戦う力そのものでした。やがて戦場にはこんな噂が広がります。風魔が動いたと。その名が流れるだけで陣は乱れ、人は疑い、軍は揺らぎ、戦わずして勝機を生む。それもまた戦国の実践的な忍びの姿だったのです。やがて天正18年1590年、秀吉の小田原征伐により五北条氏は滅亡。主家を失った風魔の一族もやがて歴史の中へと埋もれていきます。そして江戸時代、戦の時代は終わりを告げ、日本は大きな戦乱のない太平の世を迎えます。戦場の気配が遠のく中、忍びたちの役割も大きく変わっていきました。その頃、風魔小太郎を名乗る人物が盗賊として捕らえられ、処刑されたという伝承が残されています。その真偽や実像には諸説あるものの、戦乱の終わりとともに役割を失った忍びの姿を象徴する逸話として後世に語り継がれていきました。一方で徳川家に仕えていた伊賀、甲賀の者たちは伊賀同心や甲賀組として幕府の制度に組み込まれ、江戸城や大名屋敷の警備、探索、情報収集を担う役人へと姿を変えていきます。
同じ忍びでありながら、その歩んだ道は大きく分かれていったのです。そして実戦の機会が減る中で、忍びたちは自らの技と知恵を記録として残そうとしました。自然や地形を利用して身を隠し、状況に応じて生き延びる。そうした考えは5トンの術として整理され、忍術の基本的な考え方として伝えられていきます。やがてこれらの知識は江戸時代後半、万川集会をはじめとする忍術書としてまとめられ、秘伝として後世へと受け継がれていきました。しかしその継承を根底から揺るがす時代が訪れます。黒船の来航、幕府の崩壊、そして明治維新。武家社会そのものが姿を消した時、伊賀同心や甲賀者たちも主家に仕えていた忍びや隠密の多くもその役目を終えていきました。そして現代、歴史の中へ姿を消した忍びは今や日本文化を象徴する存在として語り継がれています。日本国内には忍者の資料館や体験施設が整備され、手裏剣投げや忍者修行といった体験型のエンターテインメントが国内外の人々を引きつけています。その一方で、衛星、通信、サイバー空間、姿を変え敵を知り、状況を読み、戦う前に勝敗を決める見えない駆け引きは今も静かに続いています。